皆さんこんにちは。株式会社マイアムの野木舞です。本日はソムリエの田辺浩一さんにお越しいただいております。はい、お願いします。田辺浩一と申します。お願いします。はい、お願いします。田辺さんは本当にすごい方でワインと同じぐらい、日本酒にも力を入れてる部分も今この数年ありますので、だからこの日本酒が誕生したと。この日本酒を、なんで作っているかっていうところなんですけれども、最近日本酒っていうものが酒っていう形で海外でも楽しまれている。全部では当然ないんですけど、ワインの影響は大きいとは思ってますね。海外の方から見ても、日本酒ってこういう風に飲めるんだなとか、そういう動きにもつながってて、お互いが影響を受けてるって感じですかね。で、ある日本の有名な醸造家の方と神戸の酒蔵に一緒に訪問したことがあったんですけども、その時にその方がワインと日本酒は全然違うんですねっておっしゃったんですよ。違うんだけども重要なポイントはやっぱ同じだと思ったんですよ。結局広く見れば醸造酒だし、広く見れば食事を楽しむ時の飲み物だし、広く見れば人をつなげてくれるっていう、だからすごい広いゾーンで見た時にやっぱり同じなんだなっていう風な感じはしてます。ワインを作る過程で、ブドウを混ぜて、一つのワインを作るっていうのがアッサンブラージュっていうんですけど、それを同じことを田辺さんはこの日本酒でも行われていたんですね。ある種ちょっと実は実験的でもあるってことです。この酒っていうのは作ってもらった後に自分がブレンドをする、調合するっていう最終作業をすることによってその味に責任を持つってこと。でそしてその酒が混ざっているってことによって掛け算が起きていて、長期熟成に対して強いポテンシャルがあるんじゃないかっていうところにチャレンジをしている。その根拠も自分の中でうっすらあるけど、結果は何年か経たないと出てこない。日本酒のイメージを変えるっていう意味でも、この最近はやっぱパッケージ、こういうデザインとかにこだわったりとか見せ方にこだわることによってよりギフトとしても使えるっていうのも主流かなと思ってて、なので価格もやっぱり高い日本酒っていうのも多いじゃないですか。ラグジュアリー酒みたいな感じで広まっているものがあって、だからこそそのギフトにも使えるっていうのもあると思うんですけど、それと従来のたくさん一升瓶でいっぱい飲んでみたいな楽しみ方ってまた全然違う、そうですね、と思うんですけど、そこはなんか田辺さん的にこう見てきた中で思うことってあるんですか？ありますね。ラグジュアリー日本酒とかプレミアム日本酒とかそういうふうにまずいいことであると思っていまして、新ジャンルだと思うんですね。本当に十数年前とかもそういうのはなかったんじゃないでしょう。ソムリエやり始めた頃とかそういうのはなかったと思うんですけども、逆にそういうのが登場することが大事で、ワインもそうなんですけど、やっぱすごく日常的に飲むワインもあれば超プレミアムワインもあるんですが、あるジャンルがこう成功するとか、あるジャンルが広がる、あるジャンルがこう皆さんから認められるっていうのかな、世界から。でそういうのって多分トップが出てこないとなかなか難しいと思っていて、飛び抜けた存在みたいなものが、あると、そのジャンル自体がこう多くの人を引きつけるっていう力があると思うんですよ。例えばワインだと古代シャトーとかDRC ロマネコンティ社のロマネコンティとか、カリフォルニアでいうとカルトワインとか、そういうトップランカーが出てきた時に、例えばですよ、でそのエリアとか盛り上がってくるんですよね、ジャンルがね。でやっぱ憧れ的存在みたいなのを作るのはやっぱ日本酒の業界といったらちょっと私が言うのもあれなんですけども、非常に必要不可欠だったものが、それが登場したことによって日本酒ってやっぱ素敵な飲み物だって、よりこう多くの人がポテンシャルがあるっていうんですかね、可能性があるっていうふうに見て、今につながってきているし、将来にもつながるかなと思います。でちょっとそれを狙ってる部分も少し、まさにそうですよね。あります。その中に入りたいというかね、ちょっとこうプレミアム日本酒っていうんですかね、そういうところに入りたいというのはあります。ただ露骨ではないという絶対手に入りませんよみたいな感じのではないです。作られていますもんね。そうですね。数も少ないんですけど、500本ずつある一つのこのお酒のジャンルに対して500っていう感じで作ってるんですけど、すごくたくさんは作れないとは思っていて、やっぱりその分プレミアム、ちょっとねお値段もその分上がっていくんですけど、その分プロセスもいろいろ踏んで上で価格も正当であるというか、少し日本酒の中では高いのかもしれないですけど、
正当な価格になってるっていうのも大事かと思いますね。はい、なんか値段をねめっちゃ高くつけてとか、高いからいいとかいうふうには決して思わせたいわけではないと、適正価格だと思ってます。はい。じゃあこの日本酒がもっとラグジュアリーに世界にこう広めていく、私たちもそれを目指したいと思うんですけど、そのためにはなんかどういうことがこれから必要になっていくって思いますか？今現にそうなってきてる部分もあるかなっていうのは、こういうお酒って自分で言うのもなんですけど、こういうちょっと変わってますよね。もともと日本酒のイメージの多分ボトルとか、もちろん中身別々のお酒をブレンドして作ってるとかもそうですし、このスタイリッシュさでワイングラスで飲むっていうのはもともとはあったんですけども、料理とのペアリングのこともそうなんですが、スタイリッシュにやっぱエレガントに、ゴージャスな空間で飲んでいくのにぴったりなお酒っていうのがこういくつか出てこないといけないっていうのかなっていう感じがしますね。あともう一つは獺祭さんが実現されたと思うんですけど、ニューヨークに酒蔵を出しているとかいう動きが今あって、で海外の酒蔵がちょっとデータはどんどん更新されるんであれですけども、もう多分30くらい以上は少なくとも海外に酒蔵はあるはずなんですね。でそれでどこどこの国の日本酒みたいな感じで、そこの国のスターみたいな日本酒が出てくる。ワインもそうですよね。イタリアのスター、スペインのスター、フランスのスターみたいな酒があるじゃないですか。でそこがまたせめぎ合って、そういった国のワインがあってこう盛り上がってくるんで、どんどんそういう世界観っていうのが追いついていくっていうのかな、自然と今そこに向かっているような感じがするので、それは急に来年とかね再来年にできるもんじゃありませんので、積み重ねの中で多分ですけど10年前今想像できなかったことが起きてるんですね。これはもちろん AI とかもそうかもしれないですし、スマートフォンとかもそうかもしれないですけど、その酒の業界も起きてるという意味ではワイン以上にかなり大きくこう変化しているジャンルだと思います、私の中では。でそうするとこの10年後の変化って確実にワインよりも大きな変化を起こしている可能性がある。それは歴史がまだまだ世界での歴史が短いからだと思うんですよ。日本酒においてのその酒においてのやっぱ世界の名城地として日本経済すらですね動かしてくるような、海外がそこを目指してくるような場所になれば日本の自体にとってすごくいいことが起きるっていう、そういったポテンシャルを持っている日本酒っていうものに対して僕はやっぱり今力を入れている部分ではありますね。そうですね。これから海外に発信するってなった時に海外の方ももっと知識をもっとついてきますよね。それによってもっといいものを求めたりとか、味の違いが分かるようになったりとか、今すでにすごいんですよね。WSET 試験のね酒がすでに存在していて、で海外の方の方が多分日本人より詳しい方ってすごくいるし、それを英語で皆さんできちゃうわけだから、世界への加速はすでに進んでいる。イングリッシュで酒をもうロジックに勉強している方もたくさんいらっしゃるので、だからこそ僕らもちょっと勉強をしっかりして、特にソムリエがプロモーションしていったりとか、いいところを伝えていくようなことをしていくっていうんですかね、そういった活動ってすごい大事だとは思ってるんですね。でそれでさらに日本酒作ってるみたいなことが言えたら、説得力にはなるのかなっていうふうに思ってるんですよね。これもねマイヤムにも100ミリに詰めて販売したいなって思ってるので、そうですよね。その100ミリという形でも、ギフトとして広まっていたらいいなっては思ってます。すごいですよね。あとはねもう一個考えてるのは、続けていくことっていうのかな、そのプロデュースを続ける。これ自分のポリシーなんですけど、これはなんか20代の頃言ってもなんかあまり説得力がなかったんですけど、今、例えばリッツ・カールトンにリターンしたことだったり、そうですね、マイアムで10年間、続けてきたこともそうなんですけど、やっぱ継続に力ありっていう、古い言葉ありますが、そうですよね。これねどんなことでもあると思ってるんですよ。プロ野球選手とかで超一流になる人も毎日キャッチボールとか、例えばですよ、基礎的なところを積み上げて応用に結びつけて続けてきているんですよね。なので早い時代だからこそ、どんどんスピードの時代になって、なんかすぐそこに効率化だったりとか手段はいくつかあるんで到達できるんじゃないかって思うんですけど、ただ例えばですけど96年のロマネ・コンティとかは今すぐできないわけですよね。絶対にその味ってできないんですよ。今どんな技術を使ったとしても、それはなぜかというと30年ぐらいの
歴史が作り上げてきたものですよね。だからどうラグジュアリーとかプレミアムに入っていくかっていうのはやっぱ時間が積み上げてくれる部分もあるので、いいお酒を作って1年ずつそれを重ねていく。そうすると2024年にリリースした酒と2025年のリリースで2026年毎年こうお酒を作り上げていった時に垂直的なヴィンテージがあるっていうんですかね、バックヴィンテージが存在する日本酒っていうものはやっぱその価値ができるんで、日本酒がなかなか今までできなかったところっていうのを今実はできてきている酒蔵が存在している。それは有名なんだと富山に今、ありますが、ああいった毎年重ねていってヴィンテージによっての違いをこう出していくっていう世界観、これちょっとワインに完全になんていうんでしょうか、私たちもね、はい、ここに入れてますもん。そうなんですよ。ちゃんと、はい、ミレジムがあるっていうかヴィンテージがね、存在していく。これは2025ってそうなんです。すごい価値が出る商品っていうのは不可欠なものなんじゃないかっていうふうに、それに対して強い主質のものを、強いっていうのは別にアルコールが強いわけじゃなくてフレーバーが強いっていうのかな、風味が強いっていうのかね。だからそれを作るには僕はアッサンブラージュが必要なんじゃないかっていう結論に至ったんですよ。で調合されている古いヴィンテージがある、例えば10年前のヴィンテージがあるとかいうふうになった時になんだこれはっていうねお酒になり得るから、それはプレミアムでしかない、プレミアムの証じゃないですか。そこに入っていきたいって感じですね。そういう風な形で入っていきたいって感じですね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストは田辺浩一さんでした。ありがとうございます。